こんにちは。行政書士法人 IMS の村井でございます。前回は帰化の条件の中の憲法遵守条件、日本語能力条件、帰化書類完備条件、面接及び審査段階での注意点をご紹介いたしました。今回のテーマは帰化と永住の違いをご案内してまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは始めていきましょう。1番目、国籍を取得すること。帰化の場合は、外国人が日本の国籍を取得して日本人になることです。これにより、日本人と同等の権利を取得することができ、選挙権などが付与されます。一生涯、日本に住むという意思、お考えのある場合には、帰化されることをお勧めいたします。次に永住の場合は、外国人が現在の外国籍のままで継続して日本に住むことができます。将来、母国に帰国を希望される方や、仕事などで頻繁に帰国される方は、帰化申請でなく永住申請をお勧めします。2番目、申請先ですが、帰化の場合は住所を管轄する法務局となります。永住の場合は日本国籍の取得は行いませんので、申請者の在留資格を管轄する出入国在留管理局に申請します。3番目、日本の戸籍。帰化の場合は日本人になるため、自分の戸籍を持つことができます。戸籍制度は日本特有のものであり、人の出生から死亡に至るまで親族関係を登録・交渉するものであり、日本国民について編成されるものです。これにより実質的に日本国籍が証明されることになります。永住の場合は日本に住む外国人ですから、日本の戸籍はありません。ただし、日本国籍を持たない外国人は戸籍の筆頭者となったり、配偶者や養子として入籍していることができません。ただし、入籍イコール結婚ではないので、日本に戸籍を持たない外国人と入籍せず結婚することはできます。4番目、審査期間。帰化と永住の審査期間は異なっています。一般的には帰化の場合は1年以上かかります。永住は8ヶ月から1年程度かかっています。具体的な審査期間は申請人の状況、例えば犯歴があるかどうか、年収、来日の時期などにより異なっています。永住を持っている方は他の在留資格より帰化申請の審査期間が短いように見受けられます。5番目、日本のパスポート。帰化の場合は国籍が日本となりますので、日本のパスポートを持つことができます。このパスポートが身分証明書となり、今までのように在留カードを所持しておく必要がなくなります。永住の場合は外国籍のままですので、当然日本のパスポートを持つことができません。ちなみに2020年にヘンリー&パートナーズ社が発表したグローバルパスポートランキングによれば、227の国と地域のうち190カ所へビザフリー、ノービザで日本のパスポートは行けるということで、日本は2018年より3年連続で単独ランキングトップとなりました。海外旅行に行きたい方、頻繁に海外出張の方は、もし僕のパスポートのビザフリーの国が少なければ、帰化をされることをお勧めします。6番目、参政権。選挙権、非選挙権ですが、先ほども述べましたが、帰化の場合は参政権を得ることができます。18歳以上であれば、国政選挙はもちろん、地方自治体の選挙でも投票することができます。また一定の年齢が来れば、国政選挙、地方自治体の選挙で立候補することもできます。
当然永住の場合は賛成権がありません。ただし原子力発電所や産業廃棄物などの決定に関する住民投票に関してはですね、投票資格拡大の流れとともに認められつつあり、現在では神奈川県川崎市、愛知県高浜市などで外国人の住民投票権が認められている地域もあります。7番目、在留資格と在留カードの更新。帰化の場合は日本国籍を取得しますので外国人でなくなります。当然在留資格と在留カードの更新は必要なくなります。永住の場合は在留資格の更新はいりませんが、7年に一度の在留カードの更新は必要となります。続いて8番目、退去強制処分。退去強制とは出入国管理及び難民認定法、俗に言う入管法に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させるという制度です。具体的には資格外活動の禁止に違反するもの、在留期間の更新や変更を受けないで在留期間を経過、オーバーステイし本邦に在留するもの、人身取引を行ったものなどを定めています。期間により日本国籍の取得をした者は母国との関係がなくなり、日本国の国民になったため退去強制の対象にはなりません。一方、永住者は退去強制をされる事例が少ないのですが、原則的には永住者も退去強制の対象となります。以上、本日は帰化と永住の違いについて詳しくご説明してきましたが、一般的に帰化申請の審査は1年ほど時間がかかりますので、厳密な準備が必要となり、煩雑な手続きとなりますので、帰化申請のエキスパートである弊社にぜひご依頼ください。より詳しい情報が必要な方は、この動画下のリンクをクリックするか、検索サイト IMS 帰化と検索いただければ、より詳細な情報を得ることができますので、ご活用ください。本日も最後まで動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。これからも多言語で動画を発信してまいりますので、ぜひ、チャンネル登録、IMS チャンネルのご登録と、いいねボタンを押してください。本日もありがとうございました。失礼します。